雑談です。マクベスです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、あとはほとんどテレビの話しかしておりませんが、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言います。家で作業をしながらですね、お昼からやついフェスが昨日今日とありまして、配信でずっといろいろ見ておりました。でクラウドファンディングをやっててね、提灯を出してるので、その提灯映んねえかなと思ってこういろいろ見てたんですが、ステージ上ではなくてね、どこに飾ってんだろうと思って、もう終わってから誰かツイートしてねえかなと思ってやついフェスで検索してたら、なんとあれはイーストウエストの方かなの入り口のところにね、やついフェスって看板の下に提灯がずらーっとあって、そこに飾ってありまして、いろんな方がそこで写真撮ったのを上げてたんで、僕の名前の提灯を確認することができましたんでね、ぜひ今日も行かれる方、あれ中入らなくても見れるところにあったんでね、ちらっとね見ていただければと思いました。あとはやついフェスで久しぶりにいろんなというかアイドルのライブとかね、坂部圭一さんとか見てましたけども、いやー久しぶりに電波組を見たんですけども、新体制になってまたそれから人数増えてるんで、もう何ですか、3回ぐらい買ってんのか4回ぐらい買ってんのかな、なんでと思いながら見てたんですが、昔の曲というか、僕が当時行ってた時の曲もやってて、それが全然こう違和感なくというか、歌い継がれていて、いやいいなと思って見ておりました。ですかね。そんなところですか。ですね。あとはあれです、帽子を頼んでいて、博士って帽子と、それから殿じゃないですけど H マークですよねの帽子が届いて、それはなかなかすごくいい出来で、近々販売しますんでお楽しみにと。あれは本当にかっこいいので、ぜひぜひですかね、博士の店で売られると思いますのでお楽しみといったところですかね。で、見ましたですわ。もうね、楽しみにしてました。春の呪いの来週最終回ですね。春の呪いじゃないか。コントが始まるね。春の呪いも昨日夜中に放送があって、5話目か4話目か5話目か。来週最終回なんで、なかなかこうサイコホラーな仕上がりになってきてね、これ来週楽しみです。回を増すごとに亡くなっちゃった妹の顔色が白くなってるんですよ。そこが面白くてね、こう過剰になってきているというかね、それはどうでもいい。コントが始まるね。いやー、いい最終回でしたけども、そうですね、こういろんな方のツイートを見てると、すごいずっと泣けるってあったんですけど、僕はこう意外にこうなんていうんですかね、冷めた感じというかね、見守るような感じで見てたんで、どうなっていくんだろうというね、こう悲しい気持ちは全くなかったんですけども、分かってることだしね、解散するっていうのも分かってることだし、もっとこう泣かせに来るのかなと思ったら、意外にこう泣かせには来なかったです。なんていうんですかね、こうそのドラマのメッセージ的なところで言うと、こうね、結果が全てじゃないというか、結果が残せなくとも、その過程プロセスがね、こう後にドラマ
チックだったなと感じるようなというかね、そのプロセスが、結果はすぐには出なくてもね、後に語られるねような最後のハルト君のセリフじゃないですけどもね、人生がコントのようにね感じればみたいなところです。だからね、っていうのはあったんで、非常に僕の予想としてはね、ハルト君と中浜さん、里穂子さんがこう最終的にはくっついてほしいなっていう気持ちはあったんですよね。だから予想としてはこう最終的に物語ドラマのコントが始まるって途中で言いましたけど、ドラマ部分がコントでやってね、コントで振ってね、そのドラマがコントだみたいなこと、何回目かの時に僕言ってると思うんですけど、最終的にそうなればねいいなみたいな感じで、1本目のコント、水のトラブルの水道屋さんにハルト君がなって、ラーメン屋にね水道の修理に伺うっていうところで終わってるんですけども、でセリフというかナレーションで人生がねコントのようにね、笑えるようであればねいいなみたいな感じだったんですけど、僕の予想としてはそうね、あれは3ヶ月後だったんですけど、僕の予想としては30年後ぐらいにね、そのドラマの台本を書いていたというねハルト君がっていうオチで、お父さんお茶が入りましたよつって中浜さんが出てくるみたいなオチかなって予想してたんですけども、全然違いましたというかね、3ヶ月後にそこに持ってきただからあれ無限ループですよ。ここからまたねコントが始まって、コントが始まってっていうね、そのリアルなドラマ部分の方がコントでね、コントの部分はコントだけどみたいな、これでループするなみたいな、感じでいい終わり方をしてましたけど、いや本当に素晴らしかったね。ただね、あと見ながらこう思ってて、つむぎちゃんは出てた時にこう引っ越し先は引っ越しの荷物段ボールに高円寺の住所が書いてあったんですね。だからつむぎちゃんは高円寺、つむぎちゃんと俊太くんは高円寺に住んでいるっていう設定なんですけど、中浜さんが赤い橋を渡ってて、なんとか後ろにねなんとか橋って見えたんで、それ検索したらあれ品川なんですよ、橋、赤い橋で。品川なんだってことはあっこから近い駅に向かって歩いてるんですけど、なんて駅だったかな新馬橋駅方面かに歩いているっていう設定なんで猫が騒いでる、品川済みなんですね。ってことは中浜さんが住んでいるところが品川ってことは、当然マクベスの3人も品川に住んでるという設定になるわけですよね。ってことはなかなかね、つむぎちゃんがそれで高円寺に引っ越すっていうのはこう生活圏がガラリと変わるんで、なかなかそれね大それた冒険ですよね本当に。なんてことをちょっとね思っちゃったんですね。リアルにどこに住んでてみたいなのはあれなんですけど、で気になって、じゃあ公園はどこなんだろうね、橋の近くの公園なんだろうなっていう設定なんですけども、なんかググってみるとそのロケ地はどこだったみたいなのがね、特定班がいましてね、電話が鳴った。特定班がいましてね、あれですよ、あれは生田スタジオの中だったみたいなねことが書いてましたけども、
ね、ちょっとその生活圏がどこを中心に話が進んでたんだろうっていうのはファミレスとかね。だからまあ品川近辺でなのかな。ただね、若手芸人がなかなかその辺には住まないよなとは思いながら、住んでるのかな、とは思いながらちょっと気になっちゃったんでね、まあ見てましたけど、まあ非常にいいドラマでしたね。本当にすぐに結果を求められてしまう時代の中にあって、結果が出せずにというかね、まあ華やかな結果というか、なんか賞を取るとか売れるとか、そういうんでもなくて、まあ人生の中の家庭の一つというかね、それが後々笑い話になったり思い出話になったりすることも素晴らしいことだよっていうのをね、伝えていったドラマでありましたねっていうのは思います。本当に非常に今期のドラマ、まあいろいろ見てるわけじゃないですけども、良かったですね。これはぜひね、まとめてやっぱブルーレイとかで DVD とかで出演者のなんかなんていうんですか、いろんな感想を聞きながらも見たいなとは思いましたね。いや、こんなにハマるというかね、いいドラマがとは思いませんでしたね、最初からすると。本当に良かった。まあ一番はでも本当につむぎちゃんですわ。つむぎちゃんがもう毎週見れなくなると思うと僕は悲しい。だから次の何か作品でつむぎちゃんが出るドラマは映画は追っかけたいと思いますね。本当にそんなところです。でもじゃないですけど、あれね、カルロスもね出てきてあんな感じなんだカルロスってね。結構ガタイがでかいというか、もっとイメージ的にはシュッとしたね、ルパン的なイメージだったんですけど、結構ガタイのいい方でしたね。まあいろいろ伏線回収、ただやっぱりね、リホコさんと中浜さんとはどうなっていくんだろうっていうところはもう本当濁したまんま終わりましたね。っていうか完全にハルト君が童貞感を出して、あれは童貞感なのか、もしくはこう厄介だなって感じてずっと拒否していたのかもしれない。それはわかんないね。でも終わり方を見るに普通ね、こじらせた童貞でもあそこまで鈍くはないですよ。だからもしかしたらなんていうんですかね、あまりにもこうすいてくれるのを恐怖に感じていたのかもしれないよなっていうのはちょっと思いましたね。どっちなんだろう。まあそこはまあね、見る人の判断でしかないんで、とは思うんですけど、僕的にはハルト君は中浜さんのことを好きとか嫌いとかじゃなくて厄介だと厄介な人だという判断のもと近づかないようにしてたんじゃないかっていうね。恋愛以前の問題です。人としてちょっとこの人とはあまりこう関わるのはいいけども、こう密にはなりたくないという判断をされたんじゃないのかなって思いますね。どうですか。ちょっとね、普通というか、まあね、童貞であってもやっぱ気づきますよ。好いてくれてるんだね、好意を持ってくれてるんだっていうのは分かるんですけど、
なのできっと何かしらの恐怖を感じてこう深入りしないようにしていたんだと思いますね。そんな気がします。本当かな僕はそう思ったね。でなきゃね、普通にくっつけてハッピーエンドにしたするよね。でもしなかったってことはハルト君はやっぱりちょっと煙たがってたというかね。最後までその一線を越えないというか、自分ね、ファンに手を出さないっていうところを貫いただけかもしれないですけども、深読みすると、いやちょっと煙たがってたんじゃないかなってね、も僕はちょっと思ってしまいましたね。でも設定上は多分あれですよ、手を出さないって決めたんで、もう何があろうともねっていうことなんでしょうね。だと思いますけども、いや本当にいいドラマでしたんでね。この続きが見たいとか見たくないとか、これはこれで終わって次に入ってきた3人のドラマが始まるのかどうかとかね、その辺は別に見せてもらわなくてもいいんで、とにかくつむぎちゃんが次どんな、つむぎちゃん古川琴音さんがねどんなドラマに出るのか映画に出るのかっていうのを僕は楽しみにしていきたいかなと思いました。コント出てこなかったもう一回行こうか。コントミートソース、ちょうど時間となりましたミート、つむぎちゃんのミートソース食べたよね。粉チーズ振ってね、っていうのを見て思っておりました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。